おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。質問&リクエストフォームから取り上げます。はじめまして。最近チャンネルを知り登録させていただきました。豊富な知識とご経験による内容と丁寧な話し方、声のトーンで楽しく拝見させていただいてます。ありがとうございます。質問なんですが、アコースティックギターのナットやサドルは接着剤で固定されているべきものなのでしょうか？弦交換をする際に全部の弦を外した時にナットやサドルがポロッと外れる時があります。メーカーはギブソンで今まで買ったギターで新品購入したもので時々そういうものがあります。どちらかというとサドルの方が多いです。ピエゾピックアップが下に敷かれているせいかなとも思うのですが、ポロッと外れても大丈夫なものでしょうか？よろしければ先生の見解をお聞かせいただけますと幸いです。よろしくお願いします。こういうご質問をいただきました。ありがとうございます。最近ね、先生って呼ばれることが多いんですよね。恥ずかしいからやめてください。まずナットから話しましょうかね。ナットに関しては、基本的にはエレキギターとフォークギターの場合に関しては接着されています。ポロッと外れてしまうものは接着剤が外れたと考えて、あそこの部分は大抵アロンアルファとかで、接着されてますけれど、接着しないとダメですね。で、ガットギターとかクラシックギター、ナイロン弦が使われているギターに関しては、伝統的な工法で言うと、あそこの部分は接着されてないです。で、ただ、ものによっては、ナイロン弦のギターであっても、ナットは接着されているっていうことがあります。これはもうだからケースバイケースですね。で、私の場合は、あそこの部分がポロッと、毎回ね、弦交換する際に取れてしまうと、非常に不便でありますし、なんかの拍子に例えば思いっきり弦をベンドした時とかチョーキングした時に場合によってはナットの部分がずれることがあるんですね。ですから大抵接着してしまいます。接着って言っても軽くもう仮止めぐらいの接着剤の量ですけれど。で、次ブリッジサドルですね。で、ここの部分に関しては、基本的にはナイロン弦であろうと、普通のフォークギターであろうと、どちらも接着はされてません。一部例外はあります。取り外すときに、簡単にね、要は逆さにすれば、ここがもうポロンって取れちゃうものもあれば、割といい感じでグッと指で押さないと奥まで入らないっていうぐらいのきつさのものもあれば、このブリッジ自体が経年変化で収縮してしまって、かなりキツキツに入って、とてもじゃないけど、指とか爪では取れないものもあるんですね。で、そういう場合に関しては、こういうフレットを抜くジグ、ニッパーですね。こういうようなもので、つまんで、外さないと取れないものっていうのも、多くあります。で、やっぱりこの部分っていうのは、もうあからさまにガバガバで、ゆるゆるな状態、ガタガタの状態だと、あまりよろしくないので、ブリッジサドル交換、ゼロから牛骨を削り出して、サドルの交換をしてくださいっていう時は、適度な感じで溝にはまるようにしてます。一つだけ例外。それは、マーチンとかによく見られるロングサドルブリッジ。これに関しては、昔は接着されてました。ここ近年のロングサドルに関しては接着されてないです。ロングサドルブリッジの溝っていうのは、こういう風に切られてます。そこに乗っかるブリッジサドルもこういう形をしてるんですね。この側面から見ると、完全にこの側面が見えてしまうっていうスタイルです。この方式に関しては基本的には接着されてます。ただし近年のロングサドルブリッジに関しては接着されてないです。この仕込み、この溝の切り方も変わってるんですよ。変更されてるんですね。どういう風に変更されてるかっていうと、近年のマーチンの、ロングサドルブリッジっていうのは、こういう風な形になってるんですね。これ断面図なんですけれど、溝がこのように彫ってあります。サドルの形も、ここは側面から見えますよね。で、ただ、こっからは溝にはまって側面からは見えないようになってます。
ロングサドルのブリッジに対してピエゾのピックアップとかを乗っける場合は、近年のこのタイプの溝の掘り方、サドルの作り方であれば、ここにピエゾがこう収まったとしても、側面から見た時に下にこの空間は開かないんですよ。上がる分ここの面はずれちゃいますけれど、ちょっと出っ張っちゃいますけれど、それは昔のやつでもそうですね。でところが昔ながらのロングサドルブリッジだと、こういう風に溝が切ってあって、ここにピエゾをこう仕込んだ時に、こうサドルがピエゾの厚み分上へ上がりますよね。そうすると側面からこうやって見た時に、ブリッジサドルがあたかも宙に浮いてるかのように見えてしまいます。これはもう仕方がないですね。ちょっとここで補足事項です。以前に見かけたケースでは、この横から見た時に宙に浮いてるように見えるのをなくすために、こういう風な形にしているものも見かけたことがあります。ピエゾの厚み分だけ底面の接する部分のところを切り欠いてるような成形の仕方をしたブリッジサドルも見かけたことがあります。ただし、私はこういう方法はやりません。やれと言われれば全然できないことはないんですけれど、このピエゾっていうのは均等に圧力がかからないとダメなんですね。ちょうどこの接する部分の加工っていうのは非常にこう正確にまっすぐに直線が出てないとダメなんですよ。で、その加工をするのにこういう成形の仕方をしようとすると、ここの精度が出ないんですね。均等にこう圧力がかからないので、ある特定の音が弱くなったりとか、そういうことが起きやすいんですよ。ですから、あんまりこの方式は現実的ではないと私は思ってます。ピエゾによっても違いますけれど、LR バックスのピエゾは、あれ結構シビアなんですよね。で、一方フィッシュマンのタイプは割とアバウトにここの底面が変な風になってても均等に音が拾えるケースが多いです。で、一番この底面の部分が結構ガタガタになっててもいい加減だったとしても音が均等に出やすいのは一芯シールド線みたいになったピエゾ。このタイプに関してはフィッシュマンの OEM だとかそういうのに使われてることが多いです。で、あと当然ながら、上がった分だけここの部分が少しこう出っ張りますね。ロングサドルのこのブリッジの、製作っていうのは一般的な通常のブリッジサドルと比べて、めんどくさいんですよ。それはなぜかっていうと、ここの部分、山でいうと裾の部分ですよね。この部分をぴったり合わせないといけないんですね。こう辛い位置に。取り外す際も熱を加えて接着剤をこう軟化させながら取り外さないといけないですから、昔ながらの接着されているタイプのロングサドルブリッジに関してはかなり手間がかかります。はい、ということでそんな感じですね。ご質問にあったポロッと外れても大丈夫なものでしょうかって書いてあるんですけれど、ブリッジサドルに関してはそもそもポロッと外れても全然問題ないので、大丈夫です。ナットに関しては、あれは基本的に接着されてますから、ポロッと外れるのは良くないです。外れてるっていうことであれば、接着してあげる必要がありますね。ガットギター、ナイロン弦のものに関しては、ナットの部分は接着されてないことが多いです。はい、ということで以上になります。外は一面の銀世界という風なまでにはいかないんですけれど、まだ道路はかなり凍ってますね。朝一で昼飯をコンビニまで買いに行ったんですよね。さすがデリカ。もう安定しまくってますね。四駆のロックモードにして走ってみたんですけれど、運転しやすいです。来週あたりにちょっとスキー旅行に行こうかなと思ってるんですけれど、年末年始そうですけれど、かなり日本海側とかね、新潟とかめちゃめちゃ雪が降ってて、もうすごいちょっとテンションが上がってるんですけれど、早く行きてえなっていう感じで、昨年はさすがに自粛してスキーはね、行かなかったんですよ。
子供の頃スキーは親に連れられて経験してたんですけれど、20歳ぐらいで自分でやるようになって、で、それからずっとバンバンスキーに行きまくってたんですけれど、一度も行かなかった年っていうのは、昨シーズンが初めてでしたね。そんな感じで今年はバンバンスキーに行きたいと思います。私はちなみにスキー派です。しかしあれですよね。何年前だもう。それこそ25年前とか、スノーボードが流行り出した頃って、ここの一部だけはスノーボード滑っていいよとかっていう感じで、なかなか滑りにくかったじゃないですか。自分のね、弟がスノーボード派なんですよ。と、妹もそうですね。毎年毎年、兄弟3人でスキーに行ってたんですけれど、ボードの人たちは最初煙たがれてて、すごくかわいそうだなっていうのが、印象に残ってました。そうこうしているうちに、もうほとんどスキー場行くとスノーボーダーばっかりでっていう時期があって、ここ数年でまたスキー人口が増えてきましたよね。っていうのは、なんとなく滑ってて、感じてます。ボードが流行った時期っていうのは、もう猫も杓子ももう誰ももうスノーボードだっていう感じでボーダーが多かったんですけれど、最近は割とスキーがまた増えてきたのかなっていう感じですね。たまーに昭和のバリバリガンダムみたいな、ライダーのこのスーツみたいな昔のスキーウェアってあったじゃないですか。あれを着て滑ってるちょっと年配の人とか見ると、かっけえなーとかって思ったりしますね。フォームがしっかりしてるっていうか、昔からやってたんだろうなーっていう、私をスキーに連れてってっていう映画ありましたよね。あの時代なのかなっていう感じです。あの映画にハマった人たちは私のさらにちょっと上だと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。それでは。